こんにちは F1 ファンの皆さん、そしてこれから F1 の沼にはまるかもしれない予備軍の皆さんもようこそ。 F1 といえば時速 300km 以上で繰り広げられるスピードバトル。けれど F1 の魅力はそれだけではありません。戦略、チームワーク、ヒューマンドラマ、奥深い世界が待っています。この動画ではそんな F1 の面白さを周りの人にうまく伝えて話が通じる仲間を増やすための会話術を5つご紹介します。 F1 の話、誰かともっとしたい、でもうまく伝わらない、そんな経験がある人にはぴったりの内容です。 F1 の魅力を広めながら自分の熱量を誰かと共有できたら最高ですよね。さあ、あなたの推しチームや推しドライバーの話で盛り上がれる未来を目指していってみましょう。第1章、相手の好みから入る。 F1 を知らない人にいきなり F1 好きなんだって言ってもへえで会話が終わってしまうことありますよね。でも人は自分が知ってる世界に関連する話だと自然と耳を傾けやすくなります。だからこそ F1 の話をしたいときはまずは相手の興味から入るのが効果的なんです。例えば映画好きな人にはラッシュっていう F1 映画、実はベースですごくドラマチックなんだよ。セナとプロストのようなライバル関係が描かれていて F1 の人間ドラマに引き込まれます。今ちょうど公開中の F1 って映画見た？ブラッド・ピットが F1 ドライバー役で出てて映像もリアルで迫力すごいよ。実際の F1 サーキットで撮影されていて F1 の世界観を体感できるエンタメ作品です。またフェスやライブが好きな人には F1 のパドックって舞台裏も見れてまるで音楽フェスのバックステージみたいだよと例えることで F1 が遠い世界のスポーツか親しみのあるイベントに変わります。さらに旅が好きな人なら F1 は世界各地で開催されるから旅行感覚でも楽しめるよという切り口も使えます。モナコ、シンガポール、ラスベガス、まるで世界を巡るエンタメツアーという切り口も使えます。相手の知っているフィールドに F1 を引き寄せることで F1 を語る土台ができてくるんです。第2章、スピードや戦略をキーワードに F1 と聞いてただ速いだけでしょと思う人結構多いんです。でも実はレース中に繰り広げられる戦略バトルこそが F1 の奥深さ。タイヤの種類と交換タイミング、ピットストップの秒単位の駆け引き、予測不可能な天候への即時対応、セーフティカーやバーチャルセーフティカーによる流れの変化、これらが全て結果を左右するんです。例えばミスをしないドライビングだけじゃなくここでピットに入るかどうかの判断一つで勝敗が変わる。例えるなら時速 300km で動くチェスとも言われるほどの奥深さ。 F1 ってサーキットの上で頭脳と度胸のゲームをしてる感じなんだよ。こんな一言で F1 に知性や戦略性を感じてくれる人が増えるかもしれません。第3章、ストーリーを語る。 F1 の魅力はマシンだけじゃない。むしろどんな人がそのマシンに乗っているのか、それが多くのファンを引きつける理由です。 F1 には映画や漫画に負けないくらいの人間ドラマが詰まっています。新人ドライバーが実力でベテランを超えていく世代交代の瞬間、チーム内で火花を散らすライバル関係、絶対王者が陥るスランプとそれを支えるスタッフたちとの絆、自国グランプリで涙をこらえる地元ドライバーのインタビュー、例えばセナ VS プロストのような速さと哲学がぶつかり合った名勝負、ハミルトンとロズベルグのような友情からライバルへと変化したリアルな人間関係、こうしたエピソードはスポーツを超えて心を動かします。 F1 って実はドキュメンタリーみたいな深い物語があるんだよと伝えるとレースに興味がなかった人でもそれちょっと気になるかもと耳を傾けてくれるかもしれません。もし話す相手が物語や感情の起伏に反応しやすいタイプならここはとても効果的な切り口です。第4章、質問で巻き込む。 F1 を紹介するとき一方的に話すだけでは相手の興味を引き続けるのは難しいもの。そこで活躍するのが質問というツールです。質問には会話を双方向にするという大きな力があります。相手に問いかけることで F1 の世界を一緒に想像する時間が生まれます。例えばもし F1 マシンに乗れるとしたらどの国のコースを走ってみたい、景色や国の話にも発展しやすく旅行好きな人に刺さります。好きな色で F1 マシンをデザインするならどんなカラーリングにする、デザインやファッション好きの人には楽しい想像になります。チームオーダーってどう思う？チームのために順位を譲るのってあり、倫理観や駆け引きの面白さに踏み込めます。 F1 には正解が一つじゃないトピックがたくさんあるので相手も気軽に参加しやすく盛り上がるんです。ポイントはクイズではなくあなたならどうすると問うこと。
想像力を引き出せば F1 の世界はぐっと身近になりますよ。第5章 SNS 動画の魅力をシェア。 F1 に興味ない人に魅力を言葉だけで伝えるのって難しい、そう感じる人も多いはず。でも安心してください、今は映像という最強の味方がいます。スマホ一つでハイライト映像、オンボード視点、ドライバーの素顔を覗ける時代。そんな迫力満点のビジュアルを活用すれば F1 の魅力は一瞬で伝わります。例えばオンボード映像でスピード感を体感、ヘルメット越しに見る景色と音はまるでドライバーになったかのよう。チームの舞台裏を描いたドキュメンタリー、Netflix のドライブ・トゥ・サバイブなどは初心者にとってもドラマのように楽しめる構成。 F1 ってこんなに裏側が熱いんだと視点が変わるはずです。 SNS で選手のキャラクターに触れる Twitter や Instagram ではレース中には見られないお茶目な一面やチーム同士の交流も人間味が見えると自然とファンになってしまうものです。このパートでは口で説明しきれない時は映像や SNS に頼って OK というメッセージを伝えるのがポイントです。 F1 の魅力は文字よりも映像の方が伝わる速さではるかに上、リンクや動画をさっとシェアするだけで言葉では伝えきれない感動を一緒に味わえるはずです。 F1 の楽しさって決してレース中のスピードや順位争いだけじゃありません。戦略、ドラマ、挑戦、成長を語れば語るほどその奥にある魅力が見えてきて、気づけば自分もどっぷりハマっている、そういう世界です。そしてそのハマった楽しさは誰かと共有してこそもっと深くなります。あなたの言葉で F1 の面白さを伝えればきっと話せる仲間が増えていくはず。 F1 は一人で見るより誰かと語り合いながら見る方が何倍も楽しい。推しチームの戦略を一緒に考えたり、あのバトル熱かったねって盛り上がったり、そんな共感の輪を少しずつ広げていけたら最高ですよね。さあ次回のグランプリも語り合える仲間と楽しみましょう。この動画がそのきっかけになれたならとても嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。